今日はこちら、ポータブルバッテリーのご紹介です。はい、BNRB シリーズと、Amazon でもおなじみですね、オレンジ色の外装、赤オレンジの外装が入っているジャックリのポータブルバッテリー。こちらが日本の販路、JVC の販路でも商品が発売されています。JVC ですね、ビクターの販売の経路、修理の経路で、いろんなサポートが受けられますよ。あるいは何かあった時にそういったサポートが受けられますよっていうのが、日本販路、アウトドア販路の特徴になります。マイナーチェンジが入りまして、ラインナップもちょっと変わりましたのでご紹介します。こちらこれまでの RB6 に対して RB62C 新しいモデルになりますと、主に外装の変更という説明なんですが、今までジャックリーチューンドバイ JVC ってなっていたのが JVC が頭にこちらですね、来るようになりました。で、パネルが日本語になりました。これ結構わかりやすくなったんですよね。ボタンの配置などはほとんど同じなんですけれども、この前面のパネルがこっちが新しいですね。入力、入り切り、非常にわかりやすく操作できるようになりました。そしてもう一つの変更が新しくこちらドーンと。3兄弟の一番大きいものになる 1000W 対応のモデルが追加になりました。使用可能な電力が増えるだけでなく、こちら新しく Type-C にも対応するようになりました。皆さんお持ちのスマートフォン、最近のモデルはこっち側も Type-C のもの増えましたよね。モバイルバッテリーも Type-C のアダプター増えましたよね。ということで、お持ちのものをそのまんま使いやすい、どちらでも対応できるように、この 1000W 対応のモデルだけなっています。このように新しく小中大と3つのラインナップになった JVC バージョンのジャックリーなんですけれども、初めてこういうものを見ますよという方のために簡単に説明をしておきます。大きくなるほど、使える電力が増えます。皆さんご家庭のコンセントが基本的に 1500W まで対応できると、ブレーカーが落ちない 1500W までってなってますけれども、ちっちゃい方から 200W、500W、1000W まで対応しています。合わせまして、この1000の方、RB10C のところに書いてある 1000W スラッシュ 1002Wh と書いてありますが、1000W フルで使った時に約1時間使えますよというような意味合いになります。同じくですね、500W のものを626なので1時間ちょっと使えますよ。200W を375なので、2時間までいかないけど、2時間近く動かせますよ。最大で使った場合ですね、ほぼありえないんですけれども、最大で使った場合にそのような、イメージで持っていただければと思います。この搭載している電池の容量が単純に大きければ大きいほど、たくさん長い時間電気が使えるようになっています。それでは続いて使い方を見ていきましょう。これ一つ前のモデルが実機で持っているんですけれども、使い方は簡単で、あらかじめ AC コンセント、これ一緒についてきますので、お家で電源から充電してください。こちら真ん中のモデルの容量になりますけれども、それでだいたいですね、8時間半とか、それぐらいで充電できます。こちらディスプレイボタンを押すと、はい、ディスプレイが分かりやすくついてるんですね。今これ 85% になっています。実際に電源を充電すると、インプットのワット数や、使った際はアウトプットのワット数も出ることができます。なので自分が今どれぐらいの電気使ってるのかなというのが分かる親切設計になってるんですね。使う際は、こちらシガーソケット、USB、AC コンセントと、使いたい場所をオンにするとボタンの LED がつきます。これ今一つ古い機種で説明していますが、マイチェン5のモデルはここが、はい、全部ね、入り切りになります。ディスプレイもカタカナにこのように分かりやすく変更が入りますので、皆さん手に取るのはこちら、分かりやすい方のモデルになります。この機種の素晴らしいところの一つは、後ほども言いますが、同時に使えます。同時に使えます。これいろんなモバイルバッテリー世の中出てますけれども、一つ使うと一つ使えないっていうのがあるんですね。JVC のモデルは
同時に使用が可能です。実際に使ってみていいところいくつかあります。各電源が同時使用可能。これは意外と表記が少ないですけれども、これはとにかく大丈夫だというふうに思ってください。そして充電が前面の端子についています。こういう商品道具っていうのは結構こまめに充電してその場に据え置きで使うこと多いですよね。後ろに端子があると充電するときに、例えば棚に置いといた場合ですね。結構厄介なんですね。前面に集中しているというのは実際に他のものを使っていて困るシーンがあったので、僕はこれをおすすめのポイントに挙げさせていただきます。3つ目はちょっと分かりにくいんですけれども、瞬間の最大許容量が高いのがこの商品の特徴です。これは家電の中にはですね、表記が 100W と書いてあっても、例えば冷蔵庫なんかのようにコンプレッサーを使っている家電はですね、一時的に数倍の消費電力をもう1秒とかほんの瞬間なんですけれどもぐっと上がります。仮にこれが 500W 対応していても瞬発的に 100W のものを使っていてですね、仮に800まで上がるとこれ使えないんですね。100W がなんで500で使えないんだろうっていった場合は瞬間電力の高いものを使ったからになります。それに対応するべくといいますか、これ瞬発的に最大許容量としては 1000W まで対応しています。ほんの一瞬だけしか許してくれないんですけれども、比較的その辺の許容範囲が大きいのがこのジャックリー JVC の特徴になります。許容量をオーバーするものを使った場合はこれ落ちますので、心配なくと言いますか故障ではありません。落ちます。家で先に使いたい家電を確かめてからお出かけすることをお勧めします。このように持ち運べる電源を持つことで、私たちキャンプのお店ですけれども、車中泊であるとかキャンピングカー、キッチンカーなんかで利用する方もよく選んでいかれます。また、どちらかというと業務用で使う方も非常に多いと思うんですね。ちょっと一時的にスピーカーを立てたいなとか、充電ステーション、みんなでここで充電しましょうという場所を臨時で仮設で設ける場合、またノートパソコンで外で仕事をしたい場合、DIY で工具を使いたい場合なんかがよくあるシチュエーションとして皆さんも紹介してますし、僕らも確かにそのように思います。キャンプだけでなくそれ以外の使い道もいろいろ探してみるといいと思います。それでは最後によくある疑問に対して Q&A 方式でそれぞれ答えていきたいと思います。一つ目、車にコンセントついてるよ。これよく聞く話ですね。ガソリン車だと 100W、ハイブリッド車だと 1500W のコンセントがついていることが最近は多いです。車のコンセントの場合はですね、こちら、純正のものは使用時にハイブリッド車であってもしばらく使っているとエンジンがかかります。なので車中泊であったり就寝中に車から電源を取り続けるっていう音にはおすすめはしていません。こういったモバイルバッテリーがあると便利かなというふうに思います。続きまして、これキャンプ場の話なんですけれども、 AC 電源サイトにいつもいるよ。いつも AC 電源頼んでないけどついてるんだけど、でもよくあると思います。高規格キャンプ場、綺麗なキャンプ場、整備されたキャンプ場を選んでいくと必然的にそういうところが多いのかなというふうに思いますが、これ幅を広げて考えていただいてこうお答えさせてください。新潟を例にとるとですけれども、 AC 電源サイトの設備が入っているキャンプ場っていうのは実は 23% しかないんですね。これは全部のサイトがではなくて、そのキャンプ場の中に一部でも入っていればカウントしてます。123件私たちデータある中で28件のキャンプ場だけが AC がついてます。つまりこれから行くかもしれない8割のキャンプ場に電源はないですね。なので必ずしも AC を当てにしないでほしいなというふうに思います。3つ目です。発電機が結局一番いいでしょう。これもよく言われます。発電機素晴らしいです。素晴らしいですが、キャンプ場、イベント会場でよく使われているんですけれども、アウトドア系のイベントなんか特にそうなんですが、自然の音を楽しみましょうと、静かなところを楽しみましょうというものが私たちの業界だと多いです。なので、騒音でトラブルの元になることが非常に多いんですね。キッチン以外の方だと扇風機をつけるためだけに発電機回しているとか、よく見るんですけれども、
ぱりそういった用途であればこういった音の出ない電池持ってるととってもいいと思います。リチウムイオンバッテリーを使ってるからということで、充電回数500回っていう表記がよくいろんなところで出てきました。500回しか使えないのってなりますよね。これについてはこのようにお答えさせていただきます。皆さんのスマホと同じですと。500回、500日、こちらを毎日使用するんであれば、1年半とかそれぐらいでバッテリーの充電がどんどん落ちていくっていうのは、これは本当です。携帯と違ってですね、毎日使うものかどうか、その用途、使用の状態によってこれ持ちが変わりますので、500回っていうのが極端に少ないわけじゃないっていうのを安心の材料にしていただければいいと思います。あとはちょっと難しい話なんですけれども、60Hz、この電源の周波数が 60Hz で心配されている方も中にはいらっしゃると思います。皆さんのお持ちの、例えば充電器とかつなげるような器具っていうのは日本全国で使えるように 50Hz、60Hz 両方対応しています。で、ごく稀にということは、僕の人生ではケルヒャーしかなかったんですけれども、西日本モデル、東日本モデルということで、周波数によって違うモデルを販売しているものもあります。残念ながらこれケルヒャーが対応してないので、ケルヒャー電気いっぱい使うので、それも対象外なのかなというふうに思います。こちら皆さん安心してお使いいただけます。心配な方はアダプターの裏とか見ていただくと書いてあります。さあ、このような質問がよく寄せられる質問でした。このポータブルバッテリー唯一の弱点だと思うんですが、ある程度重量がありますので、基本的には車と絡めての利用が多くなると思います。持ち運ぶときは車に積んで持っていくというケースが多いし、実際使うときも遠いキャンプサイトまでこれを持って歩くっていうよりは、オートサイトで隣に止めてすぐ下ろせるような環境、あるいは車中泊だったりとか、車の中自体で使う利用が使われている方が多い商品になります。皆さんに当てはまる条件じゃないんですけれども、普通のモバイルバッテリー持ってるけどなんでわざわざこっち使うのっていう用途で、私なんかはドローンやカメラ関係の移動中の充電に使うのが今年多かったです。例えばこれドローン用の充電器なんですけども、DJI の社外品の充電器なんですが、AC コンセントを直接させると USB より早く充電可能なものっていうのが世の中にいっぱいあります。なので USB のモバイルバッテリーじゃカバーできない分っていうのは家電以外にもいろいろございます。そういった時には非常に移動中に、エンジンを切っても充電し続けるっていうのはとても魅力的な商品でした。またこちら現地ではソーラーパネル充電にも対応ということで用意してみたんですけれども、これ現物です。これすごくてですね、これは大きい方のモデルなんですけれども、単体で 100W です。これ伝わればいいんですけれども、後ろにこういうポーチがついていて、このバッテリーを充電できることはもちろん AC の倍以上の時間かかってしまうんですが、こんな感じ。ここを直接ですね、USB が刺さるんですね。しかもタイプ C とタイプ A の対応しているので、これがなくても対応さえあれば、直接こうやって iPhone 充電できます。そんな人いないんかもしれないですけど。なのでテントのサイトの脇にこれぶら下げておいて、充電しながら、これは長期で行かれる方、新潟だと佐渡の方面とか1週間以上のキャンプとか文化としてあるんですけども、そういった時にこういった電源を一つ持っていて日中の間に充電するっていうのは人によっては十分ありな選択肢だなというふうに思いますので、そういったソーラーパネルの利用も合わせてご検討ください。また災害時なんかにはやっぱりソーラーパネル非常に有効な手段になりますので、普段から使い慣れておくっていうのは一つありだと思います。こういったポータブルバッテリーを手に入れると皆さん多分家電の選び方もちょっと変わっていきます。私たちも去年キッチンカーでポータブルバッテリーを使っていたんですが、やっぱりこの上限の電力がやっぱでかければでかい方が安心ですね。選べる幅が広がります。この 1000W のモデルだとコーヒーメーカーとか、ものによってはティファール系の瞬間の湯沸かし器ですね、もう使えちゃうというような形になります。そんな時に家電の消費電力をよく見るようになる
わけですね。そうするとこういう感じに、災害用は日常でも使えるもの、要は外、中、両対応のものが増えていくかなというふうに思います。でこのポータブルバッテリーも普段使いましょう。普段使いましょうという道具なんですね。普段使って慣れて、何かあった時も、あれいつもの生活と変わんないなっていうぐらい、馴染んでくると、まさに災害用の備えになると。でその時に一番便利なユースケースがキャンプになるんじゃないかなというふうに思います。普段遊びで使うだけで、いざという時の備えにもなるポータブルバッテリー。ぜひご検討ください。